僕、ひとみさんがいい。他はいらない。ちょっとダメです。一人で抱えないで。ひどい。根も葉もないことばかりです。はい、ジェットブラックです。瞳から報告は聞いてます。マウント四天王だっけ？2人目までは攻略したよね。でも一つ大問題。私あなた嫌いなの。大体なんであの子にこだわるの？そんなにタイプ？何でもいいじゃん。図星じゃない。いやらしい。肝に銘じなさい。うちの瞳にセクハラでもしようものなら即刻契約か。クソが。何回目だよこの釘刺し。ああ、心がすさむ。ああ、癒される。佐京さん。何？人事評価制度を作りましょう。評価制度がない、もしくは制度の作りが甘い、どちらも中小企業あるあるです。だからといっておざなりにするのがブラック企業たるゆえんですので、早急に公平性のある人事評価を作りましょう。オッケー。それひとみちゃんに任せた。何言ってるんですか？佐京さんも一緒にやるんですよ。ひとみちゃんなら一人でもできるでしょ。てっきり乗り気で無理難題を上げてくる方。ひとみちゃんがうちに来るちょっと前にさ、積極的な子がいて人事評価制度を作ろうって提案もらったことがあったんだ。だけど2度目の会議はなかった。あの子やらかしたよね。評価制度を作るなんて言い出したらフル株が黙ってないのに。お給料減るかもしれないのに許すわけないですよね。ほんと出しゃばるとろくなことがないわこの会社。仕方ないですよ。社長が真っ黒です。確かに。まああの子が辞めたのも俺のせいってこと。何言ってるんですか？それは社長のせいではありません。社長だって一人の人間ですよ。では日本で1日24時間なのに一体何人分の事情を抱えようとしてるんですか？始めてみようか。評価制度作り。俺のできる範囲で好き放題言わせてもらうよ。はい、喜んで。とりあえず首の皮はつながったな。つながりましたけど、3日で犯人見つけて念書書かせるなんて無理難題ですよね。余裕だよ。しくじる心配よりもやる気の方が湧いてくから。佐京さん。ひとみちゃんは絶対手放さねそう言ったってどうやって？え。大丈夫。俺が考えた。人事改革に向けてのアンケート？何これ？2時間以内に提出だって。この忙しいのに。佐京さんとひとみさんが考えたんでしょ。あの二人できてるって噂もあるし。やりたいことだけやっていいよね。楽しそうで羨ましいわ。ね。職場環境において不満などはありますか？不満はありません。なるほど。記述式のアンケートで文章の癖を見つけようと考えたんですね。ああ、
リーク班からのメールと一致する部分がないかってね。それでどうでした？ 3人怪しいのが見つかったよ。こいつらに俺が直接話を聞こうと思う。佐京さんが。じゃあ私も2人がかりだとより警戒されるし。でも大丈夫。ひとみちゃんにもちゃんと話を聞いててもらうよ。リーク班が名乗り出ねえ限りこの会議終わんねえからな。あ？地獄のパワハラ会議や。てか私にも聞いててもらうってこの中で？まずは時生ちゃん。はい。この「頑張る」って書き方が一致してんだけど。私疑われてるんですか？そんな恐ろしいことしませんよ。生産管理部の常盤さん、なんて愛らしい。早乙女ちゃんは当店が多く開業が少ない。おとなしそうな人ほどこういう時怪しいですもんね。同じく生産管理部の早乙女さん。ところでこのモザイクの奥どうなってるんですか？質問はおとなしくない。こう、はい、シンプルな内容が変。ちょっと最近疲れててふざけちゃったっす。見てください、常盤さん。営業部のこうさん、ノリがだいぶおかしい。てかめっちゃ地域ですね。でしょ？なんてマイペースなお三方。これじゃ対話は難しいんじゃ。これ以上の無駄口言及な。暴君強し。自分が犯人じゃねえっつんなら犯人の身になって考えてほしい。このメールの送り主はどうしてひとみちゃんを追い出したいのかさっぱりわかりません。あ、でも人事コンサルを追い出したいってことは人事改革が嫌なんじゃないですか？犯人のことは分かんないですけど、社員間でひとみさんへの不信感は広まってるかもしれません。こんなの言いづらいんですけど、あれですね。佐京さんとひとみさんできてるんでしょ？あ、その噂知ってるっすよ。社長室であんなことやこんなことですよね。つまんねえ噂してねえで働けよ。それは違うんじゃないでしょうか。ん？みんなつまんない噂で憂さを晴らすしかないくらい働いてます。展示会が大盛況で終わって残ったのは怒涛の事務作業。働くために起きて働くために寝てるみたいな毎日で、みんな頑張ってるのに上が遊んでるなんて聞いたら文句も言いたくなりますよ。だから俺たちは遊んでなんかない。噂は噂だとしてもみんなの不満はつまらなくない。大丈夫ですか、常盤さん。泣くなよ。それぐらい疲れてるんですよ。もうこんな会議解放してくださいませんか？悪かったよ。今日はここまでにして。お待ちください。出てくんなっつったのに。お一人残っていただきたい方がいます。どうして私を追い出そうとするんですか？常盤さん。私が犯人？そんなわけないじゃないですか。誤解ですよ、ひとみさん。しかし常盤さんの言う通りです。証拠もないのにひどい言いがかりです。とにかく常盤ちゃんはもう少し俺たちと話す。疑ってかかる佐京さんと話すなんて怖すぎて無理です。
そうっすよ。作業さん自分が思ってるより怖いんすから。こんなに怖がってるのに追い詰めるんですか？今日はもういいですよね。ほら行こう、常盤さん。行くっすよ。マニピュレーター、それは目的のためなら道化にもなり、他人を意のままに操る人物。こんなの言いづらいんですけど、ああ、あれですね。佐京さんとひとみさんできてるんですよね。あ、その噂知ってるっすよ。自分の意見をさらっと人に言わせて責任転嫁。それは違うんじゃないでしょうか。みんなつまんない噂で憂を晴らすしかないくらい働いてます。都合の悪い話題をスムーズに転換。疑ってかかる佐京さんと話すなんて怖すぎて無理です。そうっすよ。作業さん自分が思ってるより怖いんすから。話術、声色、仕草でかわいそうな子羊を演じ、相手を加害者にする。マニピュレーターね。はい。箱の中に隠れてたおかげで常盤さんの表情が見えず、冷静に見抜くことができました。明日私が常盤さんとお話を。接触禁止。え？あのタイプはひとみちゃんには相手が悪すぎる。自分でも分かってるっしょ。知識生かして犯人特定しただけでもひとみちゃんはグッジョブだよ。明日は出社しなくていいから。羊の皮をかぶった狼は俺に任せて。必ず画像を消させて念書を書かせてみせる。やっぱり私会社に。常盤さん？はい、登っちゃダメ！常盤さん！どうぞ。私最低な自分が嫌になったんです。え？確かに私が画像をリークしたんです。謝んなきゃなのにバレた時怖くなってとっさに嘘ついて私なんて身投げしたい気持ちに追いやられても当然です。消えちゃいたい。マニピュレーター奥義、ハートを狙い撃ち。相手が何を言われると良心の呵責を起こすか的確に見極めて攻撃する。どちらが正しいかは無関係。自責の念を持たせ優位に立つための技である。私が常盤さんをここまで追い込んで。私の前の職場は小さくてアットホームな会社で、みんなで仲良く毎日楽しく働いてました。だけどある時人事を強化することになって、いきなり役職を与えられました。可愛がってくれた先輩たちを抜かして
先輩たちが面白くないと思う気持ちよくわかります。私だってそんなの望んでなかった。常盤さん。お給料なんかさほど変わらないのに、業務も人間関係も苦しみだけ背負わされて。人事評価は常盤さんのトラウマ。だからルールのない今の会社が好きなんです。評価制度ができるくらいならやめたい。そんな。もうお願いです。人事のお仕事は他でやってもらえませんか？私にはこの会社しか居場所がないんです。私のために悩んでくれてる。ほんといい人すぎるよ。ここらでクロージングかな。お願いです。私のことを思って約束してくれませんか？私から居場所を奪わないとこの会社を変えようとしないで。ひとみさんのことを困らせちゃダメですよ。すみれさん。なんで？相談事なら僕も一緒に聞かしてよ。佐京さん。久しぶり。来てくれてありがとう。いえ、あんな辞め方したことがずっと心残りだったので。小峰ちゃん、小峰ちゃん待って。小峰ちゃん。みんな自分のことばっかり。会社がもっと良くなるようにと願うことがこんなにも疎まれることだとは思わなかったです。この会社を変えるのは私には無理です。佐京さんだって本気で変えようとは思ってないですよね。そんなこと。お世話になりました。お力添えできて嬉しいです。そう言ってもらえると救われるよ。ご依頼のものです。本当にありがとう。どうかした？いえ、前よりもずっといい顔してるなと思いまして。何かが佐京さんを変えたんですね。え？私が辞めたことを後悔するくらいいい会社にしてくださいね。ああ。接触すんなっつったのに。誰かのために頑張れる人が利己的なやつに食われるような、そんな会社はクソだ。絶対にいい会社にしてみせる。ひとみちゃんと一緒に。常盤ちゃん、さっきは泣いてたけどあれは同情を引くため？不思議だなって思ってたんだよ。いつも噂話は常盤ちゃんから始まってるし、見る人が見ればわかるんだよな。あ、佐京さんとひとみさんが付き合ってるっていうのも
常盤ちゃんが広めたの？私が悪いのかな。噂になるような振る舞いをしてる方にも問題があるんじゃない？火のないところに煙は立たないって言うでしょ。みんなが噂を信じちゃうのも楽しんで広めちゃうのもそれなりの理由があるよなと思って。自分のせいではなく、ひとみさんと佐京さんが悪いと。まあそんなことないってお二人は否定すると思うけど。いえ、そんなことは。また人のせいにして話をすり替えてる。そこまでして評価制度を止めたい理由何かあるの？話したって理解できないよ。やっぱり先ほどおっしゃった理由の他に何かあるんですか？理由とか後でいい。佐京さん。どうしてここに？ああ、偶然見かけて、あまりいい雰囲気には見えなかったので。サンキュー。ひとみちゃんが一人じゃなくてよかった。たった今これを手に入れてきた。常盤ちゃんのひでえ悪事の記録、退職した被害者から入手してきた。なるほど。証拠を揃えて理知的に常盤さんとお話を。さらされたくなきゃ念書にサインしろや。前言撤回、安定の脅す姿勢や。そんなの公開されたって誰も信じないし。またまた噂話は怖いこと他でもないお前は分かってんだろ。小峰ちゃんから常盤さん、悪口や愚痴を共有しただけの関係なんてすぐ壊れますよってさ。そんなものまで用意してみんなで寄ってたかっていじめるなんてひどすぎます。小さい時から泣いたり笑ったりが人よりうまかった。マニピュレーターという言葉を知ったのは随分後だった。話題転換、被害者ムーブ、罪の意識がない、目的優先、全部自分のことだった。私が普段から自然としていることは大勢の人から嫌われることだったと知った。なんとか馴染もうと努力した。みんなに好かれるような明るくて楽しいだけの自分になろうと。お土産です。どうぞどうぞ。ありがとう。はい。美味しそう。美味しそうですね。どれにします？これもらっていい？はい。ありがとう。どうしても湧いてきてしまうモヤモヤは見えないところに小出しにする。ニュージーランドです。はい、いかがですか？もうコアラがめちゃくちゃ可愛くて。ネットじゃ私に賛同してくれる意見も確かにあって嬉しかった。でも結局気づいてるからね。あなたってどっかで人のこと見下してるでしょ。え？思い通りに人が動くと思ったら大間違い。端々に出てるよ、そういうとこ。でも私だけ正しいらしい人がいつも現れて信じられない。私の居場所を奪うんだ。念書今書いちゃった方がいいと思うぞ。明日騒ぎになったらみんなの噂の的でしょ。まず画像出して俺が消すから。これどうやって手に入れたの？佐京さんのタブレットからです。
指の動きでパスコードも分かったんで。すご腕スパイかよ。はい、これにサインね。こんなの書いたって明日からもバレないように今まで通りやればいい。俺さ、首宣告はもうやめたんだ。だからどんなヤバいやつでも手綱握ってかなきゃなんねえの。じゃなきゃ他の社員を苦しましちまう。お前は想像以上の知能犯だったよ。困ったもんだ。それでも一緒にやっていく道を模索したい。うわ、説教かよ。さっさと書いて帰ろう。だから今回ばかりは措置がいると思った。俺もお前と同じ作詞だからさ。え？次から気をつけな。書類にサインするときはちゃんと確認しなきゃダメじゃん。半年更新の契約社員に雇用形態を変更？これって人事的措置の同意書？そういうこと。年初はこっち。1分前、はい、ブラック社長奥義。これにサインね。騙し討ち。同意ありがとう。ひどい。出し抜いて書かされた同意書に強制力なんて。録音でもしてりゃ話は違ったかもな。裁判なろうが 100% 勝てる。負ける。同意なき署名は本来無効である。しかし左京の勢いに常盤は言葉を失う。というわけでそこを改めなきゃ半年後に契約切らせていただきます。この悪魔！ずるいやり方で追い込むのは自分だけだと思った。ひどすぎる。クビにしないとか言ってたくせにマジありえない。悔しかったら契約更新させてみろよ。お前さ、目的のためなら周り巻き込んで能動的に動けるくせになんでその力自分のためだけに使ってんの？もったいねえ。でも私は生来の利己的悪役で誰かに好かれることなんて。何ですか？お前さ、自分が性格悪いから低評価下されるってビビってんの？しょっぽ。何なの？成り行で人事改革を妨害。情けねえ。だって私はみんなと感覚が違うし、自然と人を操ろうとしちゃうし、正しい人たちの言う通り私なの。あのな、俺たちみたいなもんが他人より悪役っぽくなるのもしょうがねえ。個性だんなもん。狡猾なのは社会ではむしろスキル。会社のためならどんどん使え。自分の小さい世界守ってないで嫌われようが疎まれようが会社のプラスになってみろよ。そしたら俺がお前の価値を認めてやる。私を否定しないの？言ったろ、俺たちは同類だって。年書は書きます書きます、いくらでも。意外に力年書書こうか。そうっすか。すみれが。しかも会社の中でって意外すぎて。またやったか。また？実は前にもね。前にもって。へえ、2人分
分手作り？ハートかわいい。いやいや、ついでですよ。彼忙しいとすぐお昼抜くんで。いいなこれ全部僕の大好物なんです。いいね。僕も一口欲しいな。どうぞ。ありがとう。最高の美女で最低の空気にしてた。けどそれなら桃井も見たかも。来週彼の実家へ挨拶なんです。今から緊張で。どう？ちょっと落ち着いた？これ冷たいから外していい？その子はもうすみれのことしか考えられなくなっちゃって。あ、うちも知ってるっす。その後見た地獄。この3つも。園長、お前のせいで婚約破談だよ。どうしてくれる？君のものは僕のものでしょ？はい、私はもうすみれさんのものだよね。じゃあもう興味ないかも。ちょっとあ、エンちゃん大丈夫だった？うっす。すみれ可愛い顔してすごいな。修羅場の末2人とも会社辞めたっす。そんな関わった人みんな自分のものにして周囲一帯を泥沼化。これまで辞めた社員はざっと数十人以上。だからそんなすみれにはあだ名があるの。あだ名？せラブジャイアン。みすみさん。帰らないでって言ったのに。どこ行っちゃったんだろう。僕も君を探してたよ。みすみさん、どうしてここに？おかしいよね。最初は興味なかったのに今は君が欲しくなっちゃった。はい。ラブジャイアン。他人の大事なものに惹かれすぎてしまう癖の持ち主。ルックスという暴力を使いわがままの限りを許させ組織の平和を乱す。胸が高鳴って仕方ないんだ。どう思う？これが愛かな？あなたが突然私に魅力を感じたとしたら、それはおそらく私が誰かに優しくされてるところを見たからじゃないでしょうか。誰か？他人の愛に反応して奪いたくなったんじゃ。はて？欲しいものを欲しがってもらっちゃうことはあったけど誰も怒らなかったし。僕悪いことしたかな？許されスキル1、すっとぼけ。完全黒でもルックス強者がとぼければみんな可愛いで済ませてくれる。可愛くたってごまかされませんよ。そもそもご自身でもこの癖を自覚しているはず。ひとみさん案外モテないでしょ？でも逆にそれって
一生懸命頑張ってるってことですごく可愛い。僕は大好きだな。許されスキル2、高みからの褒め。顔が良すぎて他人とルックス高低差があり、普通に褒めても思ってないでしょと捉えられるので、一旦けなして信憑性をプラスする。プライベートや養子に言及するのはセクハラなので。でも僕なら言っていいでしょ。三角さん、いい感じに聞いてるね。じゃあそろそろ。実は僕訳あって幼い頃に突然母親がいなくなっちゃったんだ。お母さんが？欲しいものはいつも他人のものだった。成長して見た目が変わって環境も変わっていろいろと手に入るようになっても全然満たされなくて。だからかも。許されスキルギガフォース、黒チラ見せ。恵まれた容姿に生まれ全て思い通りかと思いきや、意外と苦労人感を出して相手をほろり。もう全部が許される。こんな仕方ない僕をそのまま受け入れてくれませんか？わかりました。僕のものだ。いいえ。え？ご事情を軽んじるのは良くないですが、それらを持ったまま出勤し、他者を思って仕事をするのが社会人です。あなたの悪い癖は暴力的なルックスで人の大切なものを奪って相手を傷つけ、挙句には会社を辞めさせるまで。それを仕方ないなんて子供の言い訳です。僕が子供？手に入った途端飽きて見向きもしないなんて。他人の心はあなたのおもちゃじゃないです。三角さんの良くないところ、一緒に考えて直しましょう。私が力になります。ちょっと大丈夫ですか？こんな感覚は初めてだ。え？僕、ひとみさんがいい。他はいらない。ちょっと僕のになって。ちょっとおい、うちのコンサルに触んなよ。佐京さん。お前、俺の前では借りてきた猫みたいにおとなしかったのに、本性こんなだったんだ。なんだ、力技か？ああ、もうつらい。積んだ。お腹痛い。はあ？何今更演技してんだよ。本性バレてんだから俺にも開き直ってジャイアン見せてみろよ。そんなこと言わないでください。は？もしかしてこれが三角さんの本当の姿かもしれません。どういうこと？自信がない人？すみれが？すみれさんの場合、ルックスで大抵の人にマウントが取れてしまうため、周りはその弱さに気づきにくい。でも到底かなわない天敵、例えば佐京さんのような人に睨まれるとなすすべもなくこうなります。なるほど。つまり彼は強者である佐京さんには限りなく弱い四天王最弱とさえ言えます。おい、すみれは？すみれ、朝はいたんですけど。何かあったんですか？先方から発注が来てないって連絡があった。俺の確認不足だ。佐京さん、うちのデザインに盗作疑惑かけられてます。盗作？ひどい、根も葉もないことばかりです。はい、ジェットブラックでございます。はい、その件に関しては今確認してますので、佐京さん。はい、佐京です。
はい、すみません、今確認しておりますので。はい、至急大変申し訳ございません。はい、はい、じゃあそれですかね。はい。すみれ、お前今まで何やってたんだ？なんだよこれ。僕、ひとみさん欲しいから左京さんを潰します。は？社員もデザインも全て僕のものです。何言ってんだお前。ひとみさんのおかげで僕はすごく自信がついて弱い自分を変えることができた。だから大胆な行動だって取れた。でもひとみさんは左京さんのものならいっそ全部もらって潰しちゃおうって。一連の退職騒動、盗作疑惑、全部お前が仕組んだのか？仕組んだなんて大げさだな。この子たちこれまでのこと忘れられないみたいです。おつぼねのマウント、ヒステリー社員からの冒険、物損、嫉妬社員の逆恨み、演技派社員による精神的支配、モラハラ。退職理由は数々のハラスメントによる精神的苦痛。僕の声はきっかけに過ぎませんよ。きっかけ一つで社員の半分が辞めるほどとっくに腐ってるんです、この会社は。てめえ。もう怖くないですよ。あ、ひとみさん。すみれさん、今のお話どういうことですか？どういうってそのままだよ。絶好調のジェットブラック、その団結も信頼関係も全部上辺だけだったってこと。左京さんみたいなワンマン社長のもとには結局人は残らない。ひとみさんも必ずもらえますよ。ダメです。一人で抱えないで。ごめんなさい。私物理的に抱きしめてどうすんだ。コンサルとしてアドバイスで負担軽減させないといけないのに。大丈夫。清い気持ちのスキンシップってことは分かってるから。それにあいつの言ってることは確かに正しい。退職理由はヒステリー社員からの冒険、嫉妬社員の逆恨み、演技派社員による精神的支配。僕の声はきっかけに過ぎませんよ。社員が辞めた理由はあの3人には秘密な。確実に落ち込むから。わかりました。桃井たちのせいなの？みんなのメンタルが弱すぎるせいじゃない？それねって前の私たちなら言えてたけど。ほんとさ。
現実はごまかせないんだね。はあ、今の桃井可愛くないな。罪悪感と情熱の間で爆発しそうです。わかんないけど全部吐き出した方がいいかも。私たちってこれ以上頑張る必要あるんですかね。変わろうとしてもこれまでの失敗がついて回るんだとしたら。やばい、泣いた。嘘、出るの。嘘。エンちゃん、高円寺さん、ダメ、私です。街中なんで一回手離しましょう。ねえねえ。あれってすみれ一緒にいるのって薄い？ジェットブラックどう？人がたくさん辞めて大変です。だよね。早速本題に入るけどさ、臼井ちゃんもジェットブラックを辞めて僕の会社に入らない？僕の会社？声が大きいし、バレたらどうすんすか。あったか。どういうことですか？もちろん臼井ちゃんは苦楽を共にしてきた仲間だから面接スルーだし、僕らならお互いの強みも生かし方も分かってるでしょ。みんなが辞めた理由って転職先を斡旋されてたから。自由で働きやすい職場を一緒に作っちゃおう。このまま経営が傾いて倒産しちゃったらお給料もらえないかもね。でも会社が払えない場合、国が立て替えてくれたはずでは。未払い賃金立て替え払い制度ね。あれは満額でなく最大8割なんだよね。追い詰めたやつがご丁寧に何解説。私は臼井何も言えないから。傾いてる職場に居続けても損するだけだよ。常盤ちゃんのモラハラって健在？僕からしたらバレバレの芝居でよく恥ずかしくないなって思っちゃう。周りにどんだけ気使わせてんだよ。桃井ちゃんだってそうだよ。やり方が卑怯だよね。自分から噂流してるけどどれほど自分が噂されてるか分かってなくない？それに臼井ちゃんはエンちゃんからのパワハラ被害者でしょ、一番の。やる気ないんだったらやめたら。ひどすぎて見てられなかったよ。やめても誰も文句言えないんじゃないかな。辞めた人たち全員この会社に誘ったんですか？そうだよ。顔見知りもいるし安心だね。わかりました。泣いてるの、臼井ちゃん。そうだよね。辛かったよね。こうやってうちの社員たちを奪っていったんですね。この人員泥棒許せません。せっかくいいチーム作ろうと思ってたのに、高円寺さんとパワハラ。いつの話ですか？今の高円寺さんはそんなこと忘れさせるぐらい優しいです。常盤さんだって桃井さんだって前とは違います。とっても頼れる先輩たちです。変わる努力無駄じゃなかったね。爆発前に泣くのは芸術全体なの。この手口はしっかり上に報告させてもらうんで。しかと聞いた。え？
そうやって人を奪ってたのね。見たぞ。だから何？僕悪いことした？あんたには会社を愛するって気持ちはないんかい。簡単に人を奪われちゃうブラック企業が悪いんじゃん。いいかい？僕がやったことは救済なんだよ。ああ、みんなも気が向いたらうちの会社おいでよ。じゃあ連絡待ってるね。なめやがって。良識とか通じる相手じゃないし、どうしましょう。どうするって言ってもね。従業員は本来使用者の利益を不当に侵害しないよう配慮する誠実義務というものがあります。お話ができないのなら訴えを視野に入れても良いかと。レッツ訴訟っす。勝ち込みましょう。いや、訴訟はやめといた方がいいですね。私ならハラスメントを盾に泥沼化させて会社の評判もさらに落としますね。裁判で勝って賠償金支払わせても辞めた社員は戻ってこねえからな。そういう理由でしたか。佐京さん、みんなが簡単に引き抜きに乗ったのは私たちのせいです。すみませんでした。うちらが傲慢だったせいです。すみませんでした。本当すみませんでした。エンちゃんが経理にいるから安心できるし、ももちゃんが顧客のことを把握してくれてるから営業は機能してるし、常盤ちゃんがいるから滞ることなく商品を生産することができてる。3人には本当感謝してる。俺は今でもアパレル業界でトップ取ること諦めてねえから、これからも頼む。そんな佐京さん、頭上げてください。私たちにできることありますか？あります。皆さんにしかできないことです。では作戦を発表します。コウ君。高円寺さん。よかった。この辺に住んでるってことだけは覚えてたから。俺に会いに来たんすか？急に来ちゃって本当にごめんね。すいません、失礼します。コウ君、ちょっと待って。コウ君が必要なんすよ。コウ君はジェットブラックにいなくてはならない人だから。モンバイエネオ奥義。熱伝導。君が必要なんすよ。有り余る情熱で本音をぶつけ、人の心を動かす。話だけなら聞くっす。どうしても見てもらいたいものがあるんですよ。スキルアップ、若手が活躍できる。なんかふわっとしてますね。いい会社は社員のための具体的な制度がびっしりです。一方、魅力的っぽいぼんやりワードの羅列がある会社はブラックかもしれません。もしかしてすみれの会社相当なブラック？会社を辞めようとしている人たちにどうにかこれを伝えてほしいんです。任せてください。何ですかこれ？みんなのことがきっかけでこれから会社は大きく変わるよ。それに業績上がって次のボーナスすごいらしいよ。ま、私が伝えたかったのはそれだけ。もう引き止めないから。じゃ。マニピュレーターネオ奥義。情報操作。
持ち前の伝える力を用いて会社にとってプラスの情報を流し人心を掌握する。もうしょうがないな。すみれの会社のやっばいところ教えてあげる。それから会社に残ってくれている皆さんのメンタルのフォローもしていただけると心強いです。レナちゃんどうしたの？何でも。わかるよ。寂しさってすぐに割り切れるものじゃないよね。よかったら桃井と休憩行って吐き出しちゃわない？萌さん、三上さん、仲良かったのに何にも言わずにやめちゃって。桃井さん。シャーデンフロイデネオ奥義。聞き上手。寂しかったね。しんどいね。すごいよ。責めないで。そうなんだ。共感ベースの会話で心の穴を優しくカバー。愛の人ゆえになせる技。皆さんはすでに問題社員ではありません。それぞれの個性できちんと伝えれば社員の皆さんは戻ってくるはずです。名付けて季節外れの U ターンラッシュ大作戦。名前はちょっとダサいけど作戦自体は悪くないかも。ですよね。よっしゃー、反撃開始だマジですみませんでした。もう一度働かせてください。みんなも。はいはいはい。いいね。大歓迎。本当何やってんだろう。すみれさん。バカみたいでしょ。結局何も奪えないで。あなたは奪う人じゃない、与える人です。いやいや、こんなの僕には無理だよ。すみれさんはスペシャリストです。すみれさんのステータスには偏りがある。集団より個人の方が生きると思います。自信の種は受け取ってるはずです。あの佐京しおりも認める審美眼とデザイン力は唯一無二です。だけど佐京さん許してくれるかな。佐京さんは憎しみですみれさんを手放したわけじゃないです。もしも外からでも佐京さんを助けることができたら。素敵な関係だと思います。楽しみに待ってて。はい。四天王攻略だー。すごいです。もっといい会社にしましょうね。ああ。これこの仕事行かせてください。その間に一人でも離職者が出たら、はい、契約終了。
佐京さん、この URL 勤めていたジェットブラックを本日付で円満退職しました。フリーならジェットブラックともお仕事できますもんね。そういうことじゃなくてさ、俺たちもお別れってこと？約束ですので。絶対に嫌だ。嫌と言っても絶対に嫌だ。おかえり。離職者が出たからジェットブラックはやめてもらうからね。社長、クライアントは山ほどいます。以前同様、天使として会社の PR 業務もよろしくね。はい。今回のあなたはよくやったわ。認めてあげる。だけどね、私たちの仕事には別れはつきものなの。みんなひとみちゃんから挨拶あるから。本日付でジェットブラックとの契約が終了しました。短い間でしたがお世話になりました。本当にありがとうございました。そうなんだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ仕事。何かを期待したわけでもない。これでありえないんですけど、桃井さん。コピペみたいな挨拶もらって「はい終わり」って嘘でしょ。すみません。まあコンサルさんがいなくなってせいせいするけど。なんてね。えっ、実は初めから送別会するつもりでした。あんなの冗談に決まってるし、こっちで飲みましょう。じゃあ食べましょう。今夜だけは主役の座を君に譲ろう。パーリーナイト。ひとみさん、お酒どうですか？あ、いえ、お酒で失敗してから控えてるので。あ、そうなんですね。残念。天使が酔って小悪魔になるところ見たかったのに。酔っても小悪魔になりませんよ。それにしても暴君の佐京さんがよくひとみさんを諦めましたね。うるせえ、そういう契約だったんだよ。ちょっといいか。高円寺、お話がございます。高円寺さん、酔うの早すぎ。仕事はもう本当に大変なんですけど、でもひとみさんのおかげでもう本当に気持ちよく働けてます。来た時はすぐに辞めると思ったけどね。本当それ。お前らが辞めさせようとしたんだろそれは昔の話じゃないですか。ひとみさんには感謝しかありません。はい、ひとみさんのおかげで毎日楽しいです。俺もう前のジェットブラックに戻りたくねえっすよ。ひとみさん、来てくれてありがとうございました。私もひとみさんのおかげで働きやすくなった。あれ、早乙女ちゃん。あれ、これはもしかしてやっぱりやる気の源泉の管理人だっけ？慣れたんじゃないの？
佐京さん、私を選んでくれてありがとうございます。何言ってんだよ。見事にキャラチェンジを成し遂げた早乙女ちゃんにチアーズ。テントウムシ見つけてな、えらい縁起ええな思てお母ちゃんに持ってこようかな思てんけどな。そんなんもらっても困ります。いやちゃうやん、あげたいのは虫やないねん、あげたいのは幸せや。はあ、それやったらもうもらってます。かなんのお酒ってそんなに美味しいん？お父ちゃんの場合時と場合によるかな。何それ、どんな時が一番うまいん？そのお酒が一番うまい時なんか決まってるやんか。東さん、はい、よかったらお酒ください。もちろんです。ありがとうございます。ひとみさん、ファイヤー！ファイヤー！やる気ないんだったらやめたら。自分の正義より他人を大事にしましょう。そういう自分に腹が立つんだ。高円寺さんの情熱はこの会社にとって大きな武器です。ありがとうございます。ひとみさん、恋のライバルがいなくなって寂しいな。今までで一番目障りな女。妬みもそれにも転換しちゃえばプラスのエネルギーになるって。これからも皆さんを引っ張ってってくださいね。マイハネー、僕と君の乾杯は次に会った時さ。はい、またぜひ会いましょう。ひとみさん、人事評価制度を任せてください。身投げしたい気持ちにはやられても当然です。消えちゃいたい。私佐京さんに評価されたいです。佐京さんの一番の理解者は常盤さんです。ひとみさん、すみれさん、せっかくだから俺が呼んだ。本当の意味で次に行けた気がする。僕がやったことは救済なんだよ。もしも外からでも佐京さんを助けることができたら会えたことに感謝してる。私もです。じゃあ改めてひとみちゃんから一言。皆さん、実はコンサルタントとして現場に向き合ったのはこの会社が初めてなんです。なので皆さんの気持ちをすくい上げきることができなかったと思います。でも勝手なことを言わせてもらうと、一番最初の会社がジェットブラックで本当に良かったです。私は皆さんが大好きです。ああ、そういうのが欲しかった。よし、ひとみちゃん、お疲れ様。乾杯。お酒が一番うまい時なんか決まってるやんか。
大事な人と飲む酒や。久しぶりの酒の味はどう？今までで一番美味しいです。大げさ。嘘じゃないですよ。ねえねえ、みんなで思い出ように写真撮ろうよ。みんな写ってる？みんな僕も支えるね。お前が言うなよ。やっぱりご褒美のお酒は美味しい。でもあの時の味とは。一気飲み。佐京さん。右京薫と申します。一杯おごらせてください。いやいや、あなたですよ。面白い人。僕にはあなたが天使に見えてきた。少しだけ天使のテリトリーに近づいても。俺もおごりたいな。佐京さん。ライバル出現ですね。さあ、エンジェルさん、簡単な2択です。どちらの聖杯を？ひとみちゃん。はい。元気？元気です。佐京さんは？バッチリと思う。なんか緊張する。久しぶりに会ったからやろか。あのさ。はい。次は正式にオファーするからまたうちのコンサルしてほしい。決めるのは社長なので。じゃなくてひとみちゃんの気持ちを聞かせてよ。私はジェットブラックに戻りたい。違う会社やしあかんことって分かってる。せやけど大好きなみんなと佐京さんと一緒にジェットブラックをむっちゃくちゃええ会社にしたい。やっと本心聞かせてくれた。これからは私のやる気の源泉も大事にします。だから私をもう一度ジェットブラック社に行かせてください。市場を挟むのは半人前よ。市場かもしれません。しかしジェットブラックは数年で業界トップになる可能性を秘めてるのも事実です。想像してください、社長。そうすればサクセスストーリーとして必ず話題になります。コンサル天使の伝説として書籍化もあるかもしれません。結果オフホワイトの評判は日本中の企業に轟くはずです。あんたね。今すぐ行きなさい。はい、行ってきます。成長したわね。金のエンジェル爆誕。